こんにちは、八千大也と申します。今回なんですけれども、先日放送された NNN ドキュメントの方に、羽生くんが特集されたということで、そちらを視聴してきましたので、その感想を述べていこうと思います。まずは、その放送の存在を私は全く知らなかったので、事前にたくさんの方にその放送の存在を教えていただいて、私は見ることができたので、本当にありがとうございます。前回の動画からたくさんのコメントをいただけて、今回の放送だけでなく、たくさんの情報を皆さんから教えていただいて、私自身も羽生くんに対する理解とか知識っていう部分がどんどん深まっていってるなっていう感覚があるので、今後もいろいろ教えていただければ、大変ありがたいなと思っております。はい、これからもよろしくお願いします。では、今回の、感想も、Twitter の方に投稿したメモの方をちょっと見ながら、感想を述べていこうと思います。まず、この放送を通して、一番最初に思ったのが、この放送では、主に羽生くんがどういう人なのか、人間性の部分をかなり深く知ることができました。で、その人間性を知るタイミングっていうのが自分にとってはすごいいいタイミングだなっていうのを感じました。それは先日リプレイツアーで自分が感じたところっていうのが、そのツアーを通しての作品の魅力はもちろんのこと、羽生くんが伝えたいこと、あとは自分なりの羽生くんに対しての人物像っていうところを作品を通して、見ることができたんですけれども、今回の、NN ドキュメントの方でさらにその羽生くんという人物について、深く知ることができたっていうので、タイミングがいいっていう話なんですけど、なぜかというと、え私が自分のなんて言うんでしょう、好きなアーティストとか作品を見る上で大事にしていることが、その作品の魅力もそうなんですけれども、その作り上げた人がどういう人なのかっていうところ、その作り上げた人自身含めて好きになるっていうところが、私は醍醐味だと思っていて、その作品の魅力を本質的に理解するっていう意味でも、どういう人が作った、どういう気持ちでその作品を作り上げたのかっていうところ、そこまで理解するっていうのが自分にとっては結構重要であると考えています。なので今回の放送を通して羽生くんの人物像をより深く知ることができたっていうところで、今後羽生くんを追っていく身としてまたその見る作品の魅力を深く知ることができるっていうところをまず感じました。それを踏まえて今回の解説で思ったこと、感想を一から順に、お話ししていこうと思います。ちょっと相変わらず滑舌がちょっと怪しいので、ところどころ聞きづらい部分はあると思うんですけれども、何卒ご了承いただければと思います。はい。では、まず放送が開始されて、本当に10秒くらいで一つパッて思い浮かんだのが、思ったのが、羽生くんがイヤホンをつけながら、こう、音楽を聴いて、それをちょっとこう、口ずさみながら、こう、ステップを踏む、そういう場面から始まっていて、その、羽生くんの自分の世界に浸るためのスイッチは何なんだろうっていうことをちょっと考えました。羽生くんは、リンクの上でこう自分のパフォーマンスをする上で、単にリンク上にスケートブーツがあればいいのか
そういうわけではなくて、音楽が非常に重要であると自分は感じました。でそれっていうのが、あの、前回の動画で、バンプオブチキンの話とかもしたと思うんですけれども、バンプオブチキンの作り出す音楽であったりとか、ゲーム音楽もそうですけど、その、好きと音楽が、好きと音楽と、あとは、その、思考の部分がつながっているっていうのを、前回のリプレイツアーで分かったので、自分の世界に没頭するスイッチっていうのが、おそらく音楽になってる。まあ、これは本当に自分の感想なので、本人に聞かないとわからないんですけど、音楽が非常に彼にとって重要な役割を持っている。そういう風な印象を受けました。なので、冒頭のイヤホンをつけながら音楽に乗っているところ。あれはもう完全に彼自身の世界に没頭している感覚だったので、これはイヤホンから聞こえる音楽。これが多分キーとなって自分の世界へ没入する。ダイブするって自分はメモの方で表現してるんですけど、自分自身の世界に入り込めるきっかけが音楽の再生スイッチになってる。そういう風な印象を受けました。はい、そして次は、氷の上でないところでジャンプをしている映像が流れるんですけど、これはもう見たこともなかったし、氷の上でなくてもそんな飛べちゃうのっていう、ちょっとびっくり映像みたいな感覚で、その、何もないところから大した助走もつけず、くるくるくるって回るのが、なんて言うんでしょう。変な意味でなくて、変な意味ではないんですけど、人間にこういう動きができるんだ、みたいな、そういうびっくり映像みたいなそういう感覚がありました。ちょっとこれは失礼な意味で捉えてほしくはないんですけれども、人間はこんな機敏な動きができるんだ、みたいな、そういう印象を受けました。その、氷の上で滑って助走をつけて回るっていうのは、まあ、明らかに難しいことではあるんですけれども、こう、なんて言うんでしょう。頭の中で想像しやすいというか、滑走があってからの飛んでジャンプっていうので、こう頭の中でこうシミュレーションが働くんですけど、その氷の上でもない普通の地面の上であの跳躍と回転ができるっていうのがもう本当に衝撃映像っていうところでした。なので最初の冒頭1分で早速度肝を抜かれてるっていう、抜かしてるっていうちょっとそういう月並みな感想になっちゃうんですけども、まずそこから衝撃が走ったっていうところです。はい、で、その次は、ナレーターの方が、競技時代と同じ緊張感であると。で、追求するのは最高の自分だっていうふうに話されていて、これはもう本当にまさにその通りだなと思ってて、彼の中ではもう何も変わってない。その、毎日を継続させているっていうところで、えっ、と、追求するのは最高の自分。で、競技時代と同じ緊張感っていうのはそういうことなのかなと思ってます。これはリプレイツアーを見てすごい伝わってきたところで、あの、コンティニューを繰り返すっていうところもそうですし、毎日を、一歩一歩踏みしめていこうねっていうところのメッセージ性があったので、これは本当にその通りだなと思ってます。その後、え通常はプロに転向すると表現の方を重視しているので、重視するようになるケースが多いので、この4回転を飛ばなくなるっていう風なナレーターが入っていて、これは自分がそのスケートに対する知識が浅いところなので、ちょっとそうなんだくらいにしかちょっと思わなかったんですけれども、でもよくよく考えたら、その体に負荷のかかるその高難度の技っていうのは、そのまあ
捉え方によるんですけど、飛ぶ必要がなくなるっていう見方もできると思ってて、これは後でお話しするんですけど、今まで使ってきた技を使わなくても、その、表現として成り立つ世界でもあると自分は素人ながら思ったので、そこを、あの、あえて4回転にこだわるっていうところには、何か理由があるんだろうなっていうので、この時は見てました。で、ここで、バックで流れてる音楽が、まさかのエスト2の地上を救うもので、ここはもうテレビを何回も巻き戻して、何回も聴いてました、ここは。これ多分、あれですね。エスト2の楽曲が地上波で流れたのは、おそらく初だと思います。これは NNN ドキュメントさんもそうですけど、羽生くんがこのエスト2の楽曲を使うっていう選択肢を取ってなければ叶わなかったことなので、もう本当にここは地上波で流れたっていう事実に、もう自分はもう頭を下げるっていう、ありがとうっていうところでしたね。改めて羽生くんに、もう感謝の意を述べたいと思います。ありがとう。ありがとう。で、そうですね。この後、ちょっと、まあ、いろいろ思うところがあって、羽生くんのセリフで、うん、この練習の強度は、この競技をやっていた時よりも高いっていうのをお話しされていて、いつ壊れてもおかしくない。いつ故障してもおかしくない。そういう風なギリギリの練習をしなくてはいけないんだ。で、いつも緊張する。なぜならば、怪我をするかしないかの戦いだからっていうのを話されていて、これは、まあ、ちょっと本当にスポーツの世界、プロのスポーツの世界を自分は知らないので、率直な感想で言うと、そこまでやる必要はあるのかなっていうのを正直に思ってしまって、その、プロになってからも、やっぱり怪我をしてしまうと、競技は続けられないくなってしまうわけで、それを分かった上で、ギリギリの練習をするっていうことが、もう、そういうリスクを冒してまでも練習をすることを選ぶ羽生くんを動かしてる、燃料、自分の中に巡るガソリンの正体は何なんだろうっていう、なんかそういうことを思いました。普通だったら多分そこまで危険を冒さないと思うんですよ。けど、怪我をするかもしれない。でもこれは戦いなんだっていう気持ちで、日々鍛錬をする羽生くんは何を思ってそういう練習をしてるんだろうみたいな、ちょっと漠然とした素人にはわからない領域かもしれないけれども、知りたいみたいな、ちょっとそういうことを思ってましたね。で、この後、そうですね、ここもちょっと聞いてていろいろ思うところがあって、羽生くん自身が、羽生選手から羽生さんに変わった時、この終わっちゃったと思われたくない。それがすごい怖かったんだと。で、それが先の見えない恐怖っていう風な発言をされていて、ここも本当に素人ながら思ったのが、自分がその羽生くんの演技を見る前までの羽生くんのイメージっていうのは、もうスケート界の王子様のような存在で、常にトップを走り続けるトップアスリート。でかつ、自分と同い年なので、本当に、えー自分と同い年の人が世界で羽ばたく、そんな素晴らしい活躍をしている、もう本当に遠い存在で、もう普段は、
なんて言うんでしょう、自信に満ち溢れていて、テレビでカットで見る、演技もそうなんですけれども、その弱音なんて吐かないし、そのいつもこうキラキラしているところを、国民に届けてくれるような、そういう孤高の存在というか、そういう印象だったんですよ。で、実際に素晴らしい成績を収められていて、そんな羽生くんがそこまでのこの栄光をもたらしていても、そういう恐怖があるんだっていう、うん、そうですね。ちょっとそういう悩み方をするんだみたいな、もう自分にはちょっと理解が難しいレベルの悩み方をされているだなっていう印象を受けました。はい。で、ここで思ったのが、まあ、これも、まあ、昔からこう追いかけてるファンの方とか、あとは自分は全然そのものの見方が違うので、本当に月並みな感想にはなってしまうんですけど、えっと、そうですね、この羽生選手から羽生さんに変わるっていう恐怖っていうのは、うん、それは、この選手権から章に変わるっていうだけで、そのスケート、フィギュアスケートをするっていう行為自体に、まあ、変わりはないと自分は漠然と思っていて、なので見ている側もその応援の仕方がちょっと変わるだけだと思うんですよね。応援の仕方が変わるというか、まあ、応援してる対象は羽生くんだし変わんないんだけれども、うん、そうですね。なので要は何を言いたいかというと、スケートをしている羽生くんに変わりはないので、その応援が途切れるわけではないですよね。なので、羽生くんもそういう心配はしないでねっていう気持ち。まあ今ご本人がそういう不安があるかどうかはわからないんですけれども、まあこれはその当時のインタビューをもとに構成されている動画だったので、まあ自分が過去に戻れるんだったら、羽生くんにそういう言葉をかけてあげたいな、みたいなちょっとそういうことを思いました。はい。もう応援は途切れないよっていう、みんなスケートをしてる羽生くんが好きなんだぜっていうので、うん、まあ、少なからず俺は応援するからっていう、なんかそういう風なのなんかこうオタクの思考なんですけど、勝手に想像してました。はい。で、まあ、彼自身もその引退でも何でもないんだよっていうのでおっしゃってましたね。さらに上手くなる努力をしていきますと宣言されていて、でもこれは本当にその後の練習風景とか放送されるんですけど、放送で映るんですけど、この先日のリプレイツアーでも見てわかる通り、その努力を積み重ねてきたっていうのは結果として現れているので、もう有言実行なんですよ。もう本当になんかもうそれしか言いようがない有言実行なんですよ。宣言したものをそのまま継続して続けた。それの結果が素晴らしい賞として現れているので、その不安とか先の見えない恐怖っていうのを己の実力でねじ伏せる。もう恐怖を努力でねじ伏せる。同じこと言ったな。そう。もう本当に有言実行をしてるんですよ、ここは。なので、もう、その有言実行できる人が本当にかっこいいと自分は思うので、その当時の羽生くんの気持ちとかは正直100%は理解できてないんだけれども、結果を今自分は見ている状態なので、その結果から見ると、あの恐怖って何だったんだろうみたいな、自分はちょっとそこまでしか見えてない状態ですね。はい、すいません。ちょっと言いたいことがまとまらなくて、日本語もだいぶ怪しくなってるんですけどすいませんね。はい。そうですね。なんかそういうちょっと、なんだろうな、勝手に難しいことを考えてしまうような、ちょっとそういうインタビューの内容だったかなって思ってます。はい。
で、この後は、北京オリンピックの時の、映像が流れていて、ここも見ててちょっと考えさせられるところが、あの3つ目の金メダルが期待されていた中で、その本番に挑戦しているわけなんですけど、このリンクの溝にこのスケートのブレードがちょっとかかってしまう、はまってしまうみたいなところで、4回転のはずが1回転になってしまったっていうナレーターが出てて、これはその実力がどうのこうのではなくて、その避けようのない不運なのかなと思いました。ここはスケートの素人なので、そういう状況がどういう理由で生まれるのかっていうのを全く理解できてないんですけど、そのたまたまその時不運として起こってしまったことで、彼のその努力の結果が足りてないとか、なんかそういうわけではなくて、その、運命という言葉でかたしたくはないんですけども、そのなんて言うんだろうな、なるべくしてなってしまった結果みたいな、もう不運なんですよ。その時がたまたま訪れるタイミングっていうのが、その北京オリンピックだったみたいな、そういう印象を受けましたね。で、その後は、それでも、そのフリーの方では、前人未到の4回転アクセルに挑戦するっていうので、4回転のところで、転倒をしてしまうんですけれども、そこでもうちょっとこれは本当に一瞬で分かったのが、転倒されて、その後、すぐ起き上がって、チェックの姿勢を取るっていうので、これは前回自分は弓道の斬新だっていう話をしたんですけど、チェックの姿勢。ここが、本当に考えられるというか、倒れた瞬間の彼の気持ちを考えたら、その、直前に一回転になってしまった、その時点で、普通だったらだいぶメンタルに来るんですよ。で、彼自身も少なからずともそういう気持ちはあったのかなと思ってて、その状況で転倒してしまう。1回目は不運だったけど、ちょっと2回目の原因まではちょっとわからないけれども、そういうアクシデントが重なってしまったのにもかかわらず、チェックの姿勢を取るっていうのが、ここは本当に言語化が難しいところなんだけど、うん、そう。普通だったら、だいぶ来ると思うんですよ、メンタル的に。で、チェックの姿勢というよりも、その後をうまくやらなきゃとか、なんかそういう気持ちが先走ってしまう場面なのかなと思うんですけれども、そこは、そのチェックの姿勢にもうすごいスピードで入っていて、そこから思った羽生くんの、自分の感想としては、その冷静さもあったと思うし、そうですね、このやってしまったみたいな気持ちに抗う対抗心みたいな、今までのその不運に対する対抗心が現れた結果がチェックの姿勢みたいな、なんかそういうものをちょっと感じてます。ここは本当に言語化が難しい、ここは。難しいんだけれども、あのスピード感は多分普通は出せないと思ってて、スケート初心者なんで、ちょっとここは自分がただ喋ってるだけなんで、本当かどうかはわかんないし、彼自身にしかわかんないんだけれども、素人から見てても、チェックの姿勢は美しかったと思います。はい、そうですね。その後の、インタビューで、報われない努力だったかもしれない。積み上げた、積み上げてきたものが無駄だったのかもしれないなっていう話をされていて、これも、ちょっとさっきの
そこの見えない恐怖っていうところと通じたものを感じるんですけれども、この先日自分はあの素晴らしいリプレイを見てきた後だったので、あれほどのこうパフォーマンスをされる方が、ここまで、うん、ここまでのことを言う、その、積み重ねてきたものが無駄だったかもしれないというセリフを言うっていうのに、ちょっとこう、自分ではこう理解できないくらいの苦しみっていうのが彼にはあって、そうですね。ここは本当に彼自身が背負っているものの大きさとか、彼自身が感じているものを理解することができないレベルの重さ、体に、背中に背負っている重さっていうのがこの言葉から感じられます。そう。ここは本当に、その時の感情っていうのもあると思うんだけど、多分、その、ちょっと落ち込んだくらいだと絶対言わないセリフだと思っていて、彼は強い人だと思うので、そんな彼が、うん、今まで積み上げてきたものが無駄だったかもっていうことを言うっていうのが、当時リアルタイムで見てた方も本当に心に来るものがあったと思うし、一番それを感じてるのは彼自身なのかもしれないんですけれども、本当に、彼を100%理解してあげることの難しさみたいなのを感じましたね。なぜならば、その彼自身が背負っているものの重さっていうのは彼にしかわからないから。うん。ちょっとね、そんな気持ちになってしまうようなインタビューでしたね。ただ、納得はできてないと。で、自分では報われないと思っている。なので、これから報われるようにしないとっていうのを話されていて、で、ここですごいいいこと言ってて、この、北京オリンピックの叶わなかった夢に対して、それが綺麗だっていうことをみんなに言ってもらえるんだったら、努力を続けていきたいっていう、そういう話をされるんですけど、これは、その、結果として、北京オリンピックのその3連覇っていうのは、叶わなかったんだけれども、その、えー叶わなかったからとかではなくて、それは叶ってても叶ってなくても夢を追いかけ続けるっていうのは絶対羽生くんはするんですよ、そういうことを。で、ここはそのメダルの有無っていうのが彼の分岐点にはなっていないと思ってて、ここは自分の解釈なので本当に本当に自分の解釈になるんですけど、おそらくあのジャンプを飛べていようがいなかった、飛べたとしても飛べなかったとしても、継続してみんなにその夢の続きを見させてくれるような努力を彼は続けるんだろうなっていうのを見てて思いました。うん。ここもね、本当に思ったことの言語化がちょっとね、難しいっていうところなんですけど、そう、結果が変わってた、そのオリンピックの結果がどうであれ、うん、歩みを進める道っていうのはおそらく変わってなくて、結果は分岐したけども、最終的に行き着く先が一緒みたいな、なんかそういうものを想像してました。うん、そうですね。あとここで思ったのが、その、そのオリンピックの結果を、失敗と捉えて、それにならないようにこれから努力を続けますとか、その失敗に対して修正を行っていきますっていう、そういう感覚ではなくて、
むしろこれからがもう自分にとってその夢の続きなんだっていう、その失敗を直すだけじゃなくて、その失敗をも踏まえた上で、今まで、そう、ここもね、本当に言語化が難しい。言語化が難しいんだけど、自分の書いた通り説明すると、そう、これ、今までのその悔しい結果を踏まえた上で、今までと同じように、今まで以上の努力を継続させるっていうことをおっしゃりたいんだと思います。そうここ本当に難しいな。自分でも何言ってんだろうって感じなんだけど、そう、今までと以上の努力っていうのは、この後も出てくるんだけど、その、毎日120%の力を出す。その120%の力を出せば、次の日には余剰分の20%で105%の力が出せるっていうのを話されているんで、その、過去に積み上げてきたもの以上の努力をする。この、一個一個のステップを踏むっていうのを、これを今までと同じように、これからも継続させますっていう、そういう言葉になっていたと思います。それが、メダルがあれ、その北京オリンピックの結果がどうであれ、彼はそういう行動を取るんだと思います。で、取った結果が自分は先日見てきたリプレイになっていると思うので、そう、ここは本当にメダルの有無は分岐点ではないっていうところが、自分の解釈です。解釈と、まあ、感想ですね。感想になります。はい。で、ちょっとこの後は練習のメモが出てきて、そこで印象的だったのが、その、体調とか疲労っていうのを1から5で数字を取るっていうのを話されていて、で、これは、えっ、と、そうですね、数値化っていうところにすごい重要、まあ、大事なところがその数値化っていう部分なんですけど、数字で残るんで、過去の数字を分析して、その時のメンタルであったりとか、まあ、なんだろうな、自分の体調とか、その、事前にやっていたこととかと照らし合わせて、その自分のコンディションの流れっていうのを分析することができるので、この毎日のその体調とか疲労感っていうのを数字で取ってるっていうのは、もうすごい賢いやり方だと思いました。なんかね、ちょっと、まあ、彼自身がやってるかわかんないけど、なんかこう、エクセルとかに打ち込んで、こう、グラフとかにして、その日付と照らし合わせて、何月何日はどういう出来事があったので、あ、この日は体調が良かったんだねとか、ここの沈んでるタイミングっていうのは、こういう出来事があったから、ちょっと疲労感としても体に来てるとか、なんかそういう分析をすることができる、この数値化っていうのはすごいいいなっていうのを思いました。はい、で、まあ、ここもさっき説明したんですけど、常にその毎日120%の力を出すと。で、その20%の余剰分っていうのが次の日の105%につながるっていう話。で、その105%、その1日目の100%に対しての105%っていう、それをまた120%で、練習をすることによって、その余剰分の20%っていうのは次の日の5%につながっていくっていうところなので、もうこれはその5%分の、その、福利って自分は言ったんですけども、その5%分が毎日毎日身をつけて自分にこう吸収されていって、身がどんどん大きくなる。まあ、これが福利の考え方なんですけど、そう、この毎日120%で練習するっていうのは、そういう狙いがあるんだと思います。もともとの身が大きくなる。5%ずつ大きくなる。っていうところ。これはもう本当に自分は考えられない領域なんだけど、それぐらいストイックにやってるし、この論理的に考えられていて、さっきのメモの話もそうなんですけれども、
その体調管理の部分とか成長度合いっていうのを自分でシミュレーションしてやってる。これはもう本当にさすがにプロだなっていうところです。でもちなみに自分はスポーツは全然詳しくないので勝手にただ喋ってるだけなんで、これは間違って言ったら本当に申し訳ないんですけども、数値化っていうのはそういうメリットがあるっていうところの話ですね。はい。で、その後は練習風景が流れていて、えっ、と、練習風景というか、そうですね、東京ドームのギフトの、ショーの映像がちょっと流れていて、で、ここでは、そうですね、表現に、こだわっているが、ジャンプにも妥協しないと。で、普通だったら、プロ移行後は、ジャンプをしなくなるんだけれども、この羽生くんは異例の4回転を組み入れるっていうところですね。で、さらに、この自分にしかできないことをする。このアスリートであって、アーティストでもあり、そのエンターテインメントを表現するものとして、その極地にたどり着くためにフィギュアスケートを使ってるんだっていうところ。これはもう本当に、あ、こういうことだなっていう、解釈が一つあって、そう、表現者なんですよ。あの、一スケーターとかではなくて、もう表現者としてスケートをしているっていう感覚。なので、例えば彼が幼少期にそのフィギュアスケートに出会ってなかったとしたら、その出会ってなかったとしても、自分を、自分が表現をしたいっていう気持ちは絶対にあって、そこの気持ちは変わってないはずで、なので、スケートに出会ってなくても別の方法で表現者としてステージに立つ。そういう人なんだと思います、羽生くんは。うん、じゃないと、その言葉は出てこないはずですね。自分にしかできないこととして、アスリートであり、アーティストであり、エンターテインメントを表現していく。その極地に立つ、極地に行こうとしているんだっていうのを、そういうことを話せるのは、もう根っからのその表現したいという気持ちの表れ、うん、なんだなというところですね。はい。で、その後は CM の撮影シーンとかも出てきていて、もうここはね、単純にうまい。これはもう本当に、そう。あれ、どうなんだろう。なんか映画とかドラマとか出てたのかな。なんか、ぜひ、バンプオブチキンの PV に出てほしいですっていうそう、バンプと羽生くんのファンとしては、もうそこを一緒にやってよっていう気持ちがありますね。うん。で、そうですね。その後、その CM の撮影で8時間撮影したんだけれど、その後も練習するっていうので、いやいやいや、8時間って普通のサラリーマンだったらもう就業してますからねっていう本当にね、それくらい濃密な一日を過ごされていて、その後の練習も凄まじい。うん。ここは、そうですね。でもここで、彼がおっしゃってるのは、この練習を止めてしまうと、その劣化してしまうのが嫌なんだと。で、マイナスになるのを防ぐために練習してるんだっていうのを話されていて、でここはもう本当に余計なお世話かもしれないんだけれども、本当に怪我には気をつけてほしいなっていうので、その体を追い込んではいるけど、無茶をしているわけではないと思うので、その、これ以上やったら、その、体がダメになってしまうみたいなラインは、絶対に本人も分かっているはずなので、素人が口を出すところではないんだけれども、それくらいストイックにやられているんで、こっちから見たら、大丈夫なのっていうそういう心配もしてしまう。それくらい、熱心に取り組まれているっていうのが、この練習では伺いました。はい。で、そうですね。その後は、うん。そう、ここもすごい印象的だったのが、この、
練習中にもう体が本当に追い込まれて、体を追い込んでいるので、すごいこう疲れていて、その辛い時には、あえてポジティブな言葉をかけるっていうので、もう自分のこう太ももを叩いて、楽しい楽しいっていうので、もうある意味言葉で自分をこう洗脳していくみたいな、あの、そういうふうなこうメンタルケアをされていて、ここはもう素直に思ったのが、辛い時にあえてポジティブな言葉を使うっていうのが、この自分の辞書には入ってないんですよ。そう。辛い時こそポジティブに行きましょうみたいな、そういう思考は自分は兼ね備えてないので、なんでそれをできるだろうとか、なんでその選択肢を取るんだろうみたいな、ちょっとそういう気持ちになってしまいました。うん。で、ここは、そう、これも、自分の、なんだろうな、勝手に解釈してしまう、このオタク特有なのかな、自分特有の良くないところなんだけど、これもバンプオブチキンのレイっていう曲があって、これは、えっと、確かバンプオブチキンが紅白に出た時に、その歌の前振りとして、羽生くんが確か触れてた曲だったと思います。それがバンプオブチキンのレイなんですけれども、その歌詞の中に、楽しい方がずっといいよ。ごまかして笑っていくよ。大丈夫だ。あの痛みは忘れたって、忘れたって消えやしないっていう歌詞があって、そう、そうなんですよ。これなんですよね。その、さっきの楽しい楽しいっていうのは、まさにこれのことで、その、その場しのぎの作り笑顔、楽しい楽しいっていう、その場しのぎの笑顔だとしても、その自分の経験した痛みとか苦しみっていうのは消えることはなくて、消えることはないんだけれども、それを大丈夫だって言ってるんですよ。なぜならば、それも含めてあなたを成長に導く要素。だから、消えないんだけれども、心配する必要はなくて、むしろそれをも含めてあなたを成長させる要素だっていう、そういう歌詞として自分は捉えてるんですけど、それをやってるんですよね、羽生くんは。自分はできない。そういう、そう、その辞書は自分にはなくて、辛い時はもう辛い顔するし、そう、辛いって言うし、楽しい楽しいって言えないかな、自分には。そう、そうなんですよ。何を言いたいのかちょっとわかんなくなっちゃうな。そう、ここはね、見ててちょっと、そう、彼の背負っているものの大きさとか、その時の彼の心境とか、その疲労とか、それを体験しないとわからないぐらい、その次元が違うんですよ。今こうやって突っ立って話をしている自分にはたどり着けないレベルのことをしてるんですよ。リンク上で。うん。そう。理解できないけれども解釈をすることはできるみたいな、うん。本当にそういう印象を受けましたね。で、これもこれは完全に余談で、そう、これも自分の好きな楽曲の一つで、内田彩さんっていう自分の好きな声優なんですけど、内田彩、内田彩、内田彩、にゃちだ彩、にゃちだ彩っていうその自分のチャンネル名、にゃちだ彩のその語源となっている内田彩さんなんですけど、泣きべそパンダはどこへ行ったっていう曲があって、これは完全に自分の趣味の話なので、スキップしていただいて大丈夫なんですけど、その歌詞の中に、辛い時こそ笑顔で過ごしましょう。よく聞くけど、本当にそうかな。でも、やっぱ笑って過ごしてたいです。っていう歌詞があって、これもちょっと自分の中で
こう思い浮かんでしまったフレーズ、その時、その、うん、その辛いけれども楽しい楽しいって言ってる羽生くんを見て感じたところで、この辛い時こそ笑顔でっていうのは、その場しのぎなんですよ。で、それって本当に今自分が求めているベストな行動なのか。その作り笑いとかではなくて、本当は心の底から笑いたい。そう。だから、その辛い瞬間も作り笑いで乗り越えようみたいな、そういう歌詞だと思うんですけれども、その場しのぎでいいんですよね。その場しのぎでいいから、その後本当に笑えるように今乗り切ろうねっていう、ある意味自分の洗脳みたいなところで、そういう解釈もできるので、自分は多分めちゃくちゃ疲れてたら笑うことはできないんだけれども、それをやってのける羽生くんのこのメンタルの強さみたいなのを、これを見て感じました。うん。あのシーン一つでね、だいぶ考え込んでしまって、だいぶもうすでにだいぶ喋ってるんですけど、はい。そうですね。その次は、この競技時代は演技をノーミスでできれば、数字として成績がこういいと。その数字が良ければ勝ちなんだ。で、それで良かったんだと。で、その高得点を出すかどうかっていうのは自分次第だったので、それで良かったんだと。けど、今、そのプロになってからは、評価のされ方が全然違うと。だから、その積み重ねて演技の質を上げる。さらには、耐久力も上げていかなきゃっていうことをお話しされています。で、それは、その先には見えない、今までは、あの、メダルっていう、その結果として分かりやすい数字で評価される世界だったので、目標は見えてた。明確に見えてた部分はあったんだけれども、プロの世界からは、その数字で判断できる部分ではない。数字で評価される、境地ではないので、先が見えてないと。真っ暗なんだと。だからこそ、無限の可能性があるっていうのをおっしゃっていて、だから、その無限の可能性として真っ暗を大事にしていきたいと。で、ここですごい好きなセリフが、自分の中で強がりもあるとおっしゃってます。だから、今を目いっぱい滑り切りたいんだっていうことを話されてました。ここは、もう、これしかないっていう解釈をして、それを今から話すんですけど、今までは、このジャンプをしたら何点ついてとか、で、トータル、この滑り切った一つのプログラムで、あなたは何点でした。だから、あなたは金メダルですとか、その何位ですみたいな、数字で評価される部分だったと思うんですよ。ここもちょっと素人なので、間違っていたら申し訳ないんですけれども、スポーツは、その人と競い合う以上は、その明確な判定基準があって、それが、数字として見えてくる部分。なので、数字で評価される。そう。けれども、今は、ね、リプレイツアーが何点でしたみたいな、誰からそういう評価されるわけでもないし、数字化されない部分でやる、表現っていうところになってくるので、それをどうやっていくかみたいな彼の葛藤にはここにはあって、うん。ここにちょっとね、括弧書きで書いたんですけど、唯一、アイスショーで、数値化できる部分があるとすれば、チケットが何枚売れたとか、こういう話をするのは非常に無粋なんですけれども、唯一あるとすれば、本当にそれくらいなんですけど、当たり前に、ね、羽生くんのチケットはソールドアウトなんで、もうチケット取れないのが当たり前ぐらいの感じなので、そういう話をする必要は全くないんだけれども、数字で評価できないことを今やってらっしゃるんですよね。
なので、それがある意味、その目に見えない、この先の見えない、真っ暗ではあるんだけれども、それが無限の可能性だっていうことをお話しされている。それは、あの、え例えばオリンピックとかで何点以上取ったら、あなたとあなたは、あなたの方が成績が高かった、点数が高かったので、あなたは金メダルです、何点ですみたいな、そういう評価のされ方ではなくて、その何点取ったらいいとか、その100点取ったらいいとかではなくて、その100点以上取れる、見ている人にとっての評価っていうのは、100点を超えてくる可能性はあるよねっていうので、その無限の可能性、今挑戦されているっていうのは、そういう次元の話なんだと自分は解釈してます。なので、その無限の可能性、その暗くても、その先に可能性を感じて、その暗闇っていうのを、自分で大事にしていきたいんだっていう、そういうお話をされているんだなと思います。はい、で、もうここですごい思ったのが、その北京の時にそのどん底にね浸ってしまったっていうので、先が見えないっていうので、その時も彼の目の前には暗闇が広がっていたと思うんですけれども、その時に感じた暗闇と、その今現在の羽生くんが感じている先の見えないその無限が広がる暗闇っていうのは全くわけが違うくて、そうこれもまた出てくるんですけど、バンプ・オブ・チキンのレイの歌詞にもうバチッとハマっていて、ちょっとそれを紹介します。レイの歌詞の中に、晴天とは程遠い終わらない暗闇の中にも星を思い浮かべたならすぐ銀河の中だっていう歌詞があって、今そういう状況なんですよ、羽生くんは。これ自分の感想なんでわかんないですけど、そうなんですよ。その北京の時に感じてた暗闇っていうのは、物理的に何も見えない、これから自分は表現者として何をするべきなんだろうっていう、わからない状態。どん底の暗闇。なんですけど、今は、その目の前に見えない暗闇の先にも無限に広がっているっていう可能性を感じて、それが、その終わらない暗闇の中にも星を思い浮かべたんだったら、それは銀河でしょっていう、そう、今、羽生くんは、レイの中にいるんですよ。っていうオタクの妄想なんですけど、そう、まさにこのことなんですよね。そう。暗闇っていう表現を、そのリプレイの時から結構強調されているなっていうのを、そういう印象を受けたんで、暗闇だけれども、その先に見える可能性を星として捉えると、それは暗闇ではなくて銀河、無限の可能性だよねっていう、もうそれしか解釈ができない自分は。そう、無限の可能性を彼は感じてるんですよ。そう。だから、その無限の、もはや数値化することのできない無限に広がる見えない世界を、これから彼は私たちにきっと見せてくれるはずなので、もこれが彼のプレッシャーになってしまったら申し訳ないんだけれども、我々はそういう目線で彼を見守ることができるっていうのを思ってます。そう。だから、うん、彼自身が暗闇だっていう感じてる部分も、実は彼の目には銀河に見えてるかもしれなくて、その銀河の果てに広がる自分たちは見たことのない景色を、また、スケートリンク上で彼は見せてくれるんですよね。そう、そうなんですよ。ここは、うん、これもう、そうだね、なんかやばいな、ちょっと、危ない危ない。ちょっと泣きそうになったな。そうなんですよ。そうなんですよ。彼には暗闇だけれども、きっと銀河に見えてるはずです。なので、その銀河の果てに続く夢の続きっていうのを見届けるしかない。
我々は。はい、っていうことを思いました。今回ちょっと喋りがだいぶ下手くそだったな。なんだけれど、ちょっと自分の言いたいことは言えたので、ちょっとね、咀嚼できない部分もきっとあるとは思うんですが、はい。ちょっとまたノンカットで1時間くらいかな、話しちゃいましたけど、そんな感じで今日の動画は終わりにしようと思います。次回はもうちょっとちゃんとゆっくり話せたらなと思うので、ちゃんとまとめていきます。今回は本当に言いたいことがまとまらなくて、ちょっと難しかったんですけど、自分なりに思ったその NNN ドキュメントの職業、羽生結弦っていうところで自分の感想でした。はい、以上となります。